日本国民日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との共和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす恵託を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであり、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。我らはこれに反する一切の憲法、法令および消直を排除する。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と辺境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等の関係を保とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げて、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。皆さん、新しい憲法ができました。そして昭和22年5月の3日から私たち日本国民はこの憲法を守っていくことになりました。この憲法をこじらえるためにたくさんの人々が大変苦心をなさいました。ところで皆さんは憲法というものがどんなものかご存知でしょうか。ご自分の身に関わりのないことのように思っている人はいないでしょうか。もしそうならば、それは大きな間違いです。この前文には誰がこの憲法を作ったのかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。この前文は2つの働きをするのです。その一つは、皆さんがこの憲法を読んでその意味を知ろうとするときに手引きになるということです。つまり今度の憲法はこの前文に記されたような考えからできているのでありますから、この前文と違った風に考えてはならないということです。もう一つの働きが、これから先この憲法を変えようというときに、この前文に記されたような考えと違った風な変え方をしてはならないということです。皆さん、新しい憲法は日本国民が作った日本国民の憲法です。これから先これをしっかりと守って日本の国が栄えるようにしていこうではありませんか。世界の体制と帝国の現状度に鑑み、非常の措置をもって支局を収集せんとこし、ここに重要なる三実親民に次ぐ秦は帝国政府をして米英と四国に対し、その共同宣言を自達する旨通告せしめたり、そもそも帝国市民の法令を図り、
法共栄の楽しみを共にするは、放送の違反にて、真の権限あたるところ、近米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と東亜の安定とを主義するにて、他国の主権を排し、平等、春日の時は、もとより金が志にある。しかるに、公天全地裁を受けみし、金が一回将兵の優先、金が閣僚有志の冷静、金が一億中書の方法、この最善を続けるに変わらず、選挙区必ずしも好転せず、世界の体制また、我にであらず、しかのみならず、敵は新たに残虐なる爆弾を第使用して地形に向こう一章三階の及ぶところ、真にかかるべく、ベガーサルに至る。しかも、なお、王権を継続天皇し、我が民族の滅亡を将来するのみならず、聞いて人類の運命を天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の尊する日本国民の総意に基づく。行為は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。天皇はこの憲法に定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する。天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行う。1、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。2、国会を召集すること。3、衆議院を解散すること。4、国会議員の総選挙の施行を公示すること。5、国務大臣及び法律の定めるその他の管理の任免、並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。6、
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。7、栄転を授与すること。8、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。9、外国の大使及び公使を切除すること。10、儀式を行うこと。第2章。戦争の放棄。第9条。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、また武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。全項の目的を達するため、陸、海、空軍、その他の戦力は、これを保持しない。国の公選権は、これを認めない。
皆さんの中には今度の戦争にお父さんや兄さんを送り出された人も多いでしょう。ご無事にお帰りになったでしょうか。それともとうとうお帰りにならなかったでしょうか。また空襲で家や家の人を亡くされた人も多いでしょう。今やっと戦争は終わりました。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めました。その一つは兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争をするためのものは一切持たないということです。これから先、日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。放棄とは捨ててしまうということです。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。第三章、国民の権利及び義務。日本国民たる要件は、法律でこれを定める。国民は
すべての基本的人権の共有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。また、国民はこれを乱用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。すべての国民は個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、立法、その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的また社会関係において差別されない。すべての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。何人もいかなる奴隷的拘束も受けない。思想および良心の自由は信教の自由、集会、結社、および言論、出版、その他一切の表現の自由は、学問の自由は、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
の通告があります。これを許します。尾崎幸雄君。まことに良い憲法の修正になりましたについては、私は満空の賛成を表するのであります。しかしながら、格のごとき良い憲法を行うにあたっては、よほど良い心がけがなければ実行できぬと思いまするが、いかなる心がけがあるかを委員長はじめ主として満場の諸君に伺いたいというのが私の質問の趣旨であります。これに比すればはるか劣っておりましたところのこれまでの憲法すら、我が国民は十分に実行し得る結果が千古未曾有の国辱となって今日現れております。憲法が正当に行われておるならば、決して今日のごとき大屈辱には遭遇せぬはずであります。そして今回制定せられんとするところの憲法は、かに比すれば異常に優れたるものである。優れれば優れるほど知識、道徳、なお低い我が国人民においては実行は困難であるということを覚悟しておかなければなりません。
良い憲法さえ作れば国が良くなる。などという軽率なお考えでもってこれにご賛成なさりますると非常な間違いである。憲法で国が救われるならば世界に滅亡する国はありません。良い憲法を作ることはまこと容易なことである。しかしながらこれを行うことは非常に難しい。この点を諸君に尋ねるとともに私は顧みて己にも尋ねてみなければならぬほど心配をいたしております。元来民主主義となる以上は国家の政治の主体が議会になければならぬ。立法府が国家政治の主体であって行政府はその補助機関とも言うべき位置に立つのであります。今度の憲法によっても内閣総理大臣は国会の指名によってその人を定める。立法府が国家政治の主体であって行政府はその補助機関とならなければならぬ。これを実行するにあたってはまず議場から改造せねばなりません。この前にも申しました通りこの議場の作りは何でありますか。大臣席、政府院席などは一般高いところに設けておる。これは議員を全く無視した補助機関として作った構造である。核のごとき不都合なる議場において己の位置すらも知らぬ議会の構造において真の民主主義を行おうなどということは非常な心得違いであります。書記官庁をはじめとして現に議会における役員は議長もしくは議長の指名するところの立法府の機関がこれを選任する。予算は立法府が編成し万事ここで決めて行政府のご厄介にはならぬようにせねばならぬ。それと同時におよそ議員たる者は行政府から役員などに任命せられもしくは内閣などから委員などに任命せられして喜んでこれを受けるがごとき奴隷根性をもってしては真の民主主義は行われませぬ。大正年間は政党政治の世の中などと申しましたけれどもその時ですら政党の側から立って内閣の主席を占めた者は大隈公にしたところが元は反罰の人である。いわんやそれに続いて出たところの加藤孝明、原敬、若槻礼次郎あるいはその他の有象無象ことごとく官僚出身である。軍閥閣僚以外に内閣総理大臣となった者は犬飼剛君一人より他にないのであります。この事実はよーくお分かりにならなければなりません。将来
内閣大臣は無論全部衆議院議員でなければ実際政治はできないような世の中になるべきはずでありまするが、この根本の心がけを改めなければ内閣を倒しても作ることはできないと思います。現にこの間も重原内閣を倒したらしい。しかしながら後が続かないで1ヶ月ばかりもぐずついておったことは実に愚劣の至りであります。なぜ諸君はこのような醜態を演ずるのであります。いろいろと研究してみましたが、結局のところご同様の抱負が足らないということに帰着するのであります。先の明治の維新は王政維新といった。今度の維新は民政維新であります。先の王政維新に比べれば2倍、3倍、もしくは10倍も重大なる民政の維新である。この維新を成就する以上、従来のごとき心がけは相なりませぬ。まだ文化未開の王政維新の際ですら、幕府を倒すとすぐ列藩から無名の青少年が出て内閣の実権を取って参議という名義で立派に維新の大業を成就しました。明治の初めに参議となって現在の日本を作ることに尽力したところの人々は皆現在の諸君に比べ知識経験よほど欠いておるところの若い青年であります。まあ最後大久保などは少々年がいっておりましたけれども、それにしても40代50代のものはない。大抵20代30代、彼らの知識経験なんというものは現在の諸君に比べはるかに劣りますとも決して混ざっておった気遣いはないのであります。それですら王政維新という比較的小さな事変に遭遇して立てばこの日本をどうかこうか経営することができたのは見識が高いのではない、知識が多いのでもない、抱負があったからであります。国家をもって自らを認じておったからである。小同様は彼らに比べれば知識経験よほど飛んでおりますけれども抱負がない。国家を背負って立つというだけの抱負がないからつまらぬことで喧嘩をして内閣でも倒せば非常な手柄であるかのごとく心得ておる。あんなものを倒すのは手柄でも何でもありませぬ。今日内閣を倒すとか国家を経営するなどということは維新当時の後に元勲と呼ばれた人々に比べれば我々の方がよほど有利な位置に立っておるのであるが、諸君らはいかんせん抱負がない。諸君に国家を背負って立つというだけの抱負さえあるならば今日の窮境を切り抜けることは極めて楽であるゆえに、諸君に国家を背負って立つというだけの抱負さえあるならば今日の窮境を切り抜けることは何でもないことだとは思いまするが、その抱負が残念ながらあるかないか疑わしいからこれをまず承ってみたいのであります。
以上、まことに老婆心かとは思いますけれども、これらの中情を申し述べて、諸君のお考えを承りたいというのが私の質問であります。でありますから、どうぞこれに明白なご答弁を願いたい。
俺は、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 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、俺と俺の子孫のために、あいつらとの共和による成果と、俺の国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が俺に損することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、俺の厳粛な信託によるものであり、その権威は俺に由来し、その権力は俺の代表者がこれを行使し、その福利は俺がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。俺はこれに反する一切の憲法、法令及び消直を排除する。俺は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛するあいつらの公正と真偽に信頼して、俺の安全と生存を保持しようと決意した。俺は平和を維持し、専制と隷従、圧迫と辺境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。俺は全世界の俺が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。俺はいずれの国家も俺のことのみに専念してあいつらを無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは俺の主権を維持し、あいつらと対等の関係に立とうとする奴らの責務であると信ずる。
俺の名誉にかけ、全力を挙げて、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。第10章。最高法規。この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅、および国務に関するその他の行為の全部、または一部は、その効力を有しない。天皇、または摂政、および国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う。憲法改正特別委員会委員長、芦田仁君。終わりに臨み、本委員会に現れた雰囲気について一言いたします。この秋に、我々は永久に明治憲法とたもとを分かたんとしておりますことは、過去を忍び、現在を思うて、まことに考えに絶えないものがあります。
しかしながら、我らはこの際、過去の過ちを切実に反省し、廃墟と窮乏の中から立ち上がって、民主主義的、文化的日本を建設すべき使命を果たさなければなりませぬ。その基盤として、時代の深運に沿う新しき憲法を制定することこそ、本議会に課せられた最大の任務であると信じます。本委員会は、その責任の重大なるに鑑み、過去50日間にわたって切実熱心に改正案の審議を尽くし、本日これを本会議に報告しうる運びとなりました。歴史未曾有の敗戦により、帝都の大半が焼け野原と化して、数万の家父と孤児の涙が乾くいとまなき今日、いかにして希望の光を彼らに与えることができるか。また、アメリカ合衆国が終戦直後の対日政策において発表したごとく、日本に平和的、民主的、責任政府を樹立することはどうして達成することができるか。すべてこれらは民主的憲法の制定と新憲法の裏付けとなるべき国民文化の向上とによってのみ成し遂げうることは何人も疑いを入れない点であります。憲法がいかに完全な内容と有根の文字をもって書き綴られたとしても、所詮それは文字たるに過ぎません。我々国民が憲法の目指す方向を理解して、その精神を体得するにあらずんば、日本の再生は成し遂げることはできないと思います。かかる信念のもとに、本委員会はその付帯決議の中に次のごとく述べております。